どうもこんにちは。もう一人紹介します。笛を吹かれる月田聡さんです。私能をしておりますが、皆さん能はどうですか10回以上見た方どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。1人2人3人、すごいですね。じゃあ正直なところ本物を1回も見たことない人はどうでしょうか。多いですね。ぜひ前の方後ろ見ていただくとかなり多い。実は今私東京で舞台やってきました8分前に楽屋着いたばっかりで、まだちょっと心臓がドキドキしてるんですが、能をちゃんとご覧にいただくと1時間半ぐらいかかります。人数もたくさん必要ですので、今日は能のちょっとエッセンスということで、能ではないものをちょっと最初にご覧いただいてからお話をしたいと思います。何をご覧いただくかというと、夏目漱石が今から約100年ぐらい前に書いたお話をですね、ちょっと朗読っていうか語ってみたいと思うんです。夏目漱石っていうと「我が輩猫」であるとか「坊ちゃん」が有名なんですが、今日語るのは「夢十夜」という作品です。題名の通り10日間の夢が書いてあります。今日はその3番目の夢。どんな夢かっていうと、主人公である私が6歳になる子供をおぶって歩いてるんですね。でこの子は自分のことに不思議なことにいつの間にか目がつぶれて青坊主になっている。髪の毛を剃って青くなっちゃってるんですね。本当の子はそうじゃないんですよ。でそれだけじゃなくて、なぜかこの子はこれから先に起こることをちょっと予言してしまう。そんな子を背負いながら夜の道を歩いているという夢を見ました。それを語ってみたいと思います。当時の100年前102年ぐらい前ですけども、ちょっと表現不適切なところがありますけども、原作を忠実にそのまま語らせていただきます。最初にほんのちょっとだけ能の歌いを入れます。何言ってるか分かんないと思いますけども、でその後は分かりますから、30秒ぐらいストレスを感じてくださいじゃあよろしくお願いいたします。こんな夢を見た。6つになる子供をおぶっている。
ことにはいつの間にか目がつぶれて青坊主になっている。自分が「お前の目はいつつぶれたのかい?」と聞くと「何？昔からさ」と答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。鷺の影が時々闇に差す。田んぼへかかったねと背中で言った。どうしてわかる？だって鷺が鳴くじゃないか。すると鷺が果たして二声ほど鳴いた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていてはこの先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと向こうを見ると闇の中に大きな森が見えた。あそこならばと考え出す途端に背中で「ふふん」という声がした。何を笑うんだ。子供は返事をしなかった。ただ「おとっさん重いかい?」と聞いた。重かはないと答えると、今に重くなるよと言った。自分は黙って森の中を歩いていった。田の中の道が不規則に不規則にってのこのこ思いように出られぬ。しばらくすると二股になった。自分は股の上に立ってちょっと休んだ。石が立ってるはずだがなと小僧は言った。なるほど。八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には左日が来る、右ホットワーとある。闇なのに赤い字が明らかに見えた。赤い字はイモリの腹のような色であった。左がいいだろうと小僧が命令した。左を見るとさっきの森が闇の影を高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた。自分はちょっと躊躇した。ふん、遠慮しないでもいいと小僧がまた命令した。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中では目が見えないくせに何でも
考えながら一筋道を森へ近づいてくると背中でどうもめくらは不自由でいけないねと言った。だからおぶってやるからいいじゃないか。おぶってもらってすまないがどうも人にバカにされていけない。親にまでバカにされるからいけない。なんだか嫌になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。もう少し行くとわかる。ちょうどこんな晩だったな。何が何がって知ってるじゃないか。すると何だか知ってるような気がしだした。けれどもはっきりとはわからない。ただこんな晩であったように思える。そうしてもう少し行けばわかるように思える。分かっては大変だから早く森へ行って捨ててしまって安心しなくてはならないように思える。自分はますます足を速めた。雨はさっきから降っている。道はどんどん暗くなる。雨はさっきから降っている。道はどんどん暗くなる。雨はさっきから降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ背中に小さい小僧がくっついていて、その小僧は自分の過去、現在未来をことごとく照らして寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そうしてめくらである。自分は止まらなくなった。ここだここだ。ちょうどその杉の根のところだ。雨の中で小僧の声ははっきり聞こえた。いつしか森の中に入っていた。一見ばかり先にある黒いものは確かに小僧の言う通り杉の木と見えた。お父っさん、その杉の根のところだったね。そうだと思わず答えてしまった。文化5年辰年だろう。なるほど。文化5年辰年らしく思われた。お前が俺を殺したのは今からちょうど100年前だね。自分はこの言葉を聞くやいない。今から100年前、文化5年辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で一人のめくらを殺したという自覚が忽然として頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだなと気づいた途端に、背中の子が急に石地蔵のように重くなった。
ありがとうございました。あと2分16分しかなくなってしまいました。これ毎回やるたびに時間が違うんですね。皆さんの感じをこう感じながらやりますので、時間の配分というのは毎回変わってきます。今日なんでこの物語をしたかというとですね、この物語をすると特に子どもたちがですね、田んぼが見えたとか、あるいは聞こえないはずのサギの声が聞こえたとか、森が見えたとかいう子がいるんですね。あるいはその聞くとゾクゾクしたとか。私が語っているのは今から100年前の夏目漱石の言葉をそのまま語っています。もちろんちょっと動きますが、音楽も決して何かを表しているわけじゃなくて、とても抽象的な象徴的な音楽をやってるだけです。それなのになぜかそういうものが見えてしまうことがある。実はこの私たちは聴覚という感覚器官を使っているにもかかわらず、それ以外を見えてしまう能力というのは人間にとって最も重要で、そして残念ながら今とっても弱くなっている能力じゃないかと思うんですね。私たちの前の人類のネアンデルタル人と私たちの一番の違い、いくつかあるんですが、ネアンデルタル人は割と豹に食われた頭蓋骨が見つかっているんですよ。とはクロマニョンになると減るんですね。新生獣類になって初めて、霊長類としては初めてですね、猛獣を殺す、それまでは殺されるだけが殺す人に変わったんです。なぜ変わったかっていうと、もちろんそれは武器もあるんですけど、ただの武器じゃダメなんですね。ネアンデルタルもすごい武器を使ってますから。クロマニョンの武器っていうのは多分ですね、初めて手から離すことができた。ここでこうやっつけるんじゃなくてね、こう離すんですよ。そうすると離した瞬間に、例えば野球やる人はご存知の通り、ピッチャーは投げた瞬間にミットの中のボールを見てますよね。この人は投げた瞬間に今あるものではない未来の空間を見ている。しかもそれは空間だけじゃなくて時間も見てるんですね。私たちは未来を見る力、それをこの視覚というものを使わないことによって手に入れることができた。例えば私たち普段視覚を使わないでものを見るとたまにやってますでしょ。夢、目使って見る人ほとんどいますよね。でもそれだけじゃなくて、実際に私の姿が見えていながら田んぼが見える。2つのことが可能。これ実は日本人が優れた能力だったんですよ。子供たちでね、暗算が得意な子、そろばんの完全にそろばんをここで見てます。障子とかあるとですね、すごくやりやすいらしいんですね。でそんなふうに未来というのをすごくはっきり見る力、その力があるからこそ、例えばこの建物を作ろうとしたときに、一から作るんじゃなくて、誰かがこの建物ができた未来像を見ちゃうんですね。そしてそれに従って設計図を作り、そしてそれに従って発注し、トントンカンカンやってできてしまうというふうに、割とはっきり見る力、そして聞く力、そして匂いを嗅ぐ力、それが、日本人はとっても強かったんですけども、今時間ですというのが出まして、それが今残念ながらなくなってます。でその時ほんのちょっとだけ言わせてくださいね。今 3D とかすごい流行ってるんですけど、こんなとってもシンプルなこと、この古典芸能の力っていうのは、多分そういうことを皆さんに忘れてる力をもう一回思い起こすことだと思うんですね。いろんな刺激とかいろんな便利なもの、それを一回捨ててシンプルなものでもう一度自分のそういう見る力っていうのを開発するといいんじゃないかと思います。ちょっと過ぎてしまいましたが、どうもありがとうございました。ありがとうございました。